おしどり贈与、正式には贈与税の配偶者控除。具体的には婚姻期間が20年を超える配偶者に居住用不動産を贈与したときに2000万円の非課税枠が認められるものです。この制度は仲の良い夫婦をおしどり夫婦と呼ぶことにちなんでおしどり贈与と言われています。今回はこのおしどり贈与の活用と節税策について一通りご説明をします。講師はラグドールのラテ先生です。今回のご説明内容はご覧の通りです。ぜひ最後までご視聴いただければ幸いです。まずはじめにおしどり贈与の効果を夫から妻へのマイホーム贈与を例にとって説明をします。第一に、長年連れ添った夫婦であっても贈り物は嬉しいものです。特にマイホームの贈与は巨額ですから、夫から妻へ感謝いたわりの気持ちが伝わります。老後に向けて夫婦仲が良くなり、想定外の熟年離婚を回避できるかもしれません。第2に、この贈与によって老い先短い夫が死亡した時の相続財産が大きく減ります。その結果、贈与された財産につき、妻の死亡時まで相続税の課税が繰り延べられます。また、相続税は累進課税なので、夫の相続発生時に同じ財産を受け取っても、特に子どもの相続税負担は大きく減少します。第3に、将来マイホームを売却する場合のメリットです。贈与でマイホームを夫婦間の共有にしておけば、居住用財産の譲渡の特例、例えば最も有名な3000万円控除を不動産持ち分に応じて2人に適用できます。もちろん共有不動産については、その処分の際に夫婦間の合意が必須となります。そんなのは面倒というデメリットはありますが、離婚回避と表裏一体であると良い方に考えましょう。以上3点がおしどり贈与の効果の説明です。続いて、おしどり贈与を成立させるための要件について説明をします。先ほどと同じように、夫から妻へのマイホーム贈与を例にとります。第一に、贈与する年において、婚姻期間が20年以上必要で、同一配偶者からは1回限りとなります。婚姻期間は結婚式の日からでなく入籍日から数えます。したがっておしどり夫婦でも事実婚ではダメです。一方、冷え切った仮面夫婦でも法律婚20年以上ならば OK です。猫には人間の考えることが全く理解できませんね。第2に、非課税贈与が認められる対象物について説明をします。認められるのは居住用不動産またはその取得のためのお金となります。なお、居住用不動産でも別荘や賃貸物件、海外物件は認められませんのでご注意ください。第3に、非課税贈与となる金額について説明をします。贈与税は歴年単位課税ですから、その年の1月1日から12月31日までの贈与が対象となります。その非課税枠は、贈与税の配偶者控除2000万円、贈与税の基礎控除110万円の合計額です。両方足すと2110万円となります。このことを引き続き夫から妻へのマイホーム贈与を例にとって説明します。夫が4500万円のマイホームを新築したときに、取得資金2070万円を妻へおしどり贈与したとしましょう。この場合、マイホーム資金を夫は2430万円、妻は2070万円拠出したことになります。その結果、不動産の持ち分割合は土地・建物ともに54対46となりますので、司法書士にお願いしてその割合で不動産登記をしてもらいましょう。妻は夫からマイホームの 46%、
2070万円分非課税で贈与を受けたことになります。新築ではなく長年住んできた中古マイホームの贈与を受ける場合も見てみましょう。この場合、妻が贈与を受ける財産は不動産取得資金ではなく不動産そのものとなります。その価格は原則として相続税評価額であり、土地3000万円、建物500万円をそれぞれ同一割合で贈与する例で考えてみます。計算の詳細は複雑となるので省略しますが、この場合、夫から妻へ 60% 持ち分を贈与すれば、非課税枠がほぼフル活用できます。前の例と同様に、所有権移転の不動産登記もどうかお忘れなく。以上がおしどり贈与を成立させるための要件の説明です。続いて、おしどり贈与を受ける際の注意点を2つご説明します。第1の注意点は、贈与税申告を必ずしなければならないことです。非課税枠を活用して贈与税額がゼロになったとしても、贈与を受けた年の翌年3月15日までに必ず申告をしてください。申告義務があるのは贈与を受けた側、今回の説例で言えば妻の方になります。その申告書には本籍地の市区町村役場が発行してくれる戸籍謄本と戸籍の符表、最寄りの法務局が発行してくれる土地建物の登記事項証明書を添付する必要があります。なお、申告で相続税評価額を使うときは、面倒でもあらかじめ税理士のアドバイスを受けておくことをお勧めします。第2の注意点は、登録免許税や不動産取得税といった流通税の負担です。おしどり贈与によって贈与税は非課税枠が認められますが、土地建物の取得に伴う流通税は免除されず、贈与を受けた妻の負担となります。こうした流通税も夫の負担としたい場合には、その負担も妻への贈与となります。こうしたときは、贈与税の基礎控除110万円の方の枠をうまく活用して、納税資金を事前に妻へ贈与するなどの対策を講じておきましょう。最後に、おしどり贈与のまとめです。夫から妻へ2110万円分マイホームを贈与すると、普通は妻の方に750万円の贈与税がかかります。しかし、おしどり贈与を活用して同じ贈与をした場合、贈与税負担はなんとゼロになります。妻から感謝され、夫死亡時の相続税負担は減り、万一マイホームを売却する時の所得税負担も減る。まさにいいことずくめのおしどり贈与。有効活用して夫婦円満、そして節税策につなげていただければ幸いです。ここまでラグドールのラテ先生がお送りしました。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。次回もお楽しみに。よろしければぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。